Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Matatabatai Meshtabi Shalan 2 stars Part 1 16 des はい、今回は飯旅シュラン2スターズのお店ってことで、遠道してでも寄りたいお店特集のパート1ね。それでは早速Let's get it started. 1 Sapporo Ama wa Yasashiku 2札幌新世代の冷ラーメン。おしゃれなダイニングバーのようなインテリアでビジュアル系みたいなラーメンなんだけど、そうなんだ。見た目は綺麗だけど、見た目重視系なんじゃないのって思わされるくらいに美しい。1号店の鶏レバーペーストを溶かして食べるラーメンも衝撃の一杯だったんだけど、おいちゃんはこの2号店の鶏白湯にぞっこんさ。アンダー1000円でいただけた頃が懐かしゅうございますが、ちょいとお高くなっちゃったんでね、今。でも価値ある一杯かと思います。よね。こちらの鶏白湯塩はクリーミーな優しい味のスープにホタテのペーストが乗った鶏白湯。盛り付けがとてもビューティフルで、もったいなくてどう食べたらいいのか悩まさる。しかもやっつけじゃない。丁寧な仕込みで素材に対する愛情がしっかり感じられる仕上がりとなっております。ホタテのペーストなる未知の練り物が乗っかっててね。そうそう。店主曰くペーストは味を変えるものではなく、徐々に溶かしながら変化を楽しんでもらいたいとして考案した起承転結のある味変を楽しめるラーメンを目指したそうなの。2種類のチャーシューに2種類のごぼうのトッピングなど、今までにないラーメンがいただけるお店なんです。ごぼう好きの飯旅ーズにはたまらないラーメンね。女性のお客さんが多いのも納得。半数占めていたもん、女性がね。2 Hachinohe Utoragi 八戸といえば海鮮食べたいってことでね、北海道よりお安いイメージあるしね。そうなんだ。前回まで食べていた回転寿司が大行列、しかもべらぼうなお値段に値上がっちゃっててね。なんか多い。安くてうまいが大好物の飯旅ーズ、高くてうまいは当たり前ってね、急遽探しまくって大当たりだったのがこちらの回転寿司。回転寿司って言うけれど完全握りのお寿司屋さんでしたねえ、これはすごいお寿司屋さんですね。2人ならカウンター席に限るね。絶対カウンター。目の前で職人さんが握ってくれてね、もう通うの久しぶりね。だよ。赤身も中トロもこれ完全寿司屋クオリティ。値段もグルメ回転寿司としてはハイエンドって感じですけど、ネタによりけりだけど物がいいもの。こちらはさすがはお寿司屋さんがやってる回転寿司。本店は仙台みたいだけど、仙台なの？回転寿司北海道が絶賛されてますけど、よくいやいや油断できませんぞよ。そうぞよ。ね。 3 Yufuing Kanubi no Oka いきなり飛びました九州へ。湯布院のかんなり外れよね。とんでもない坂道の上にございます丘の上のレストラン。ここ登るの？でも素晴らしい景色でしたね。これはなかなかできない体験でしたね。ほぼ客席がテラスなので冬じゃない方がいいんでしょうが、最高のロケーションにあるレストランですね。ねえ、冬じゃなければいつも最高って感じじゃないですか。でも飯旅ーズ真冬にしか九州来ない方式なんでね。来年は3月ぐらいに行く予定なので、その時はあったかいといいな。ねえ、やっぱテラスで食べたいからね。でも冬もなかなかだったよ。この日は小雪がちらついててさ、いい感じ。スタッフさんも優しくってめちゃめちゃ素敵。ピザもスペアリブも美味しかった。いいサイズのマルゲリータ、酸味が強調されたトマトの爽やかなソースにさっくりめのナポリキザがキザですね。さっくりめのナポリ生地がいいですね。スペアリブも似たもの振られた。スペアリブもピザ窯で焼かれていてナチュラルテイストがいいですわ。違う季節にまた絶対来たいお店ね。こんな山の上にこんなレストランを作ってくれてありがとうです。大分美味しいイメージ全然なかったのに美味しいのいっぱいあってびっくりねえ、福岡に次ぐ九州ナイスグルメゾーンだね。そうかも。4 Fukuoka Suna Paha 福
福岡のトレンド発信地、若者カルチャーの街って感じ、大名にございます。1994年創業、スリランカカレーの老舗。そしてグリーンがスリランカカレーにハマるきっかけとなったお店。ずっと言ってるもんね。ツナパハ食べたい、ツナパハ食べたいって。しまいには福岡住みたいとまで。そう、それは本当です。なんだろう、あの辛さ、中毒性半端ないんだよね。このビーフンのヌードルカレーにドハマリング。スリランカカレーは美味しいからね。そうなの。ビーフンの方がカレー自体がよく絡んで、より美味しく感じるっつうかね。辛さは増す気がするけど、坊や、出直してきな。系の辛さね。辛さは天下一品ですわね。はい。大概の辛いカレーやラーメンをやっつけております飯旅ーズ。その中でも屈指の高い辛さのハードル。わかる。確かに辛い。だけどスプーンがどうにも止まらない。じゃ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 。5. Akashi, Funamachi. 兵庫県明石市の港町にある明石焼きの名店、船町さん。地元では卵焼きと呼ばれてるそうですね。テレビでもよく見かける有名店です。はい、1時間ぐらい待ちましたかね。なんせマックス3組しか入れない小さなお店なんです。お店の方々はずーっと焼きっぱなしだったね。だって1人前20個だからね、そりゃ大変だよ。サイズもゴルフボールサイズぐらいあるかな。大きいんでね。ねえ、生地がトロットロでタコも柔らかプリップリ。本場の卵焼き美味しかったよね。ああ、でかいし20個だし結構ヘビじゃねって思ってたんだけど、あっちゅう間にペローでしたね。ふわふわすぎてお箸でうまく持てないくらい柔らかだったね。食べ方もいろいろできてさ、そのまま自家食い、だし、ソース、だし&ソース、ソース&だしとか試してるうちにマヨネーズ使うのも忘れてました。てかこの卵焼きにはマヨネーズいらないね。いらんよ、いらん、マヨは。あれ、帰りの明石大橋からの夕焼け、綺麗かったね。綺麗だったね。ここは通るたびにぜひいただきたいところですが、なんせ待ち時間が長いんでね。でも絶対また食べたいね。 6. Kochi, Matchan. はい、高知です。やっぱ土佐は飲むでしょってことで、ふらふらっと高知の街をほろ酔いで探検しておりますと、見つけました。超ディープな餃子屋さん。サラリーマンズが大変盛り上がっておりましたんでね、これは美味しいお店に違いないということで、こういうゆるい感じのところ飯旅ズ大好きなんでね。もちろんレッツゴー。イエーイ。真冬なのに壁なし天井なしで飲めるなんて、どさんこには全く未知の文化でございますねえ。またまたこの半カリッと焼かれた超薄皮の餃子、美味しいですね。これなんぼでもいけちゃいますね。はい。値段はちょっと高めではありますが、価値のある餃子かと思います。なんかいいね。飲みたくなる街、高知。はい。そしてこの界隈で飲んだら絶対に寄ってしまう場所なのかと思いますね。世界の王さんも小泉前首相までもが。そうそう。小泉純一郎前首相の写真もあった。感動した。この屋台にね、隣の兄さん食べてたあっさり系っぽい締め醤油ラーメン美味しそうだったな。ねえ。ところがですよ、なんとこちらのまっちゃん消えました。この路上から。やらかしちゃったのまた。だってそのまっちゃんちゃうわ。あ、ちゃうか。なんと天井も壁もできちゃったんです。マジでちょっと残念ね。絶対寄っちゃうけど。だ。7. ニューヨーク Kochi, Himewako no Yu. はい、こちら笹坊月の温泉、締めまこ用の湯、いろいろ漢字が多いですが完璧に読みましたよ。そうですか。読めてましたか。すごいですね。やばいですね。ここはすごいですよ。スーパー銭湯のレクサスです。平屋建てで敷地がめちゃめちゃ広いんだけども、変に作り込んでないナチュラルな和の雅が感じられるしつらい。随所にスタイリッシュなデザインが組み込まれていて、いい感じだ。サウナ好きな人がプロデュースした施設って感じよね。そうだね。
タワーサウナ広々、テレビも結構大きくて見やすいし、オートロウリュの暑さにびっくり。みんなが逃げ出す暑ささ。水風呂は水温15度とベストコンディションでね。青く光る照明が心身ともにクールダウンさせてくれますね。露天風呂の配置も広々でストレスフリー。ぬるめの寝湯がアウトサイドにあるのも最高だった。そして寝転び所やサマーベッド、すべての椅子近くにはホースで散水が可能になってんのもすっげえなと思いましたね。前の人の汗を洗い流せるようになってんのよね。これは日本ならではの至れり尽くせりね。こういうなるほどなぁと感心させられるポイントが随所にあって、最高の整いを満喫させていただきました。いやー、勉強になりました。はい、ドライヤーもモンスターだしね。そうそう、2つの刃を持つ大風量のダブルファンドライヤー音の込みには必要ないけどね。だ。湯上がりにくつろぐスペースも充実していて、漫画本も大量にありますので、皆さんゴロゴロしながら湯上がりまったり過ごされてました。ここは過去 1,2 を争うスーパー銭湯でした。いやー、マジここ住みたい。いい平屋だ。だ、平屋が好きですたい。はい。 8. Hirosaki. Three Bridge. 弘前駅から歩いて約 7,8 分、かなりの裏路地にございますスリーブリッジさん。はい、こちらのアップルパイむちゃむちゃ美味しいんです。我々アップルパイには目がないですからね。アップルパイ言うてもチョンゴポンムという名前ですが、パリッとサクッと焼かれたパイにリンゴの酸味と甘みが絶妙なんですね。え、パイのパリサク感とバターの香りが最高なの。これはベストアップルパイ in my life ですね。おお、そうだね。砂川の本田さんのもうまいけどね、どっちかだね。食べ比べてみたいね。ところでアップルパイの発祥はイギリスだって知ってた？うん、だってリバプール出身でしょ。それはリンゴスターでしょ。9. Tokyo. Muncher's Burger Shack. こちらは安倍前首相が米トランプ大統領とゴルフの時に提供されたハンバーガー。安倍さんがバンカーでバク転決めてトランプがバカ受けしてた時のやつね。あれはバク転だったのかしらね。でも光栄ね、お二人と同じバーガーが食べられるなんてね。美味しかった。バンズの表面がパリッパリに焼かれててさ、パティが肉々しいたらありゃしない。ひき肉じゃないのよね。細かくカットされた肉を固めて焼いたなんかステーキみたいな。そうそう、ほぼステーキって感じ。焼き方はいかがいたしましょうかって聞かれたぐらいにしてね。そうそう、さすがに美味しいハンバーガーだった。私の中で過去一のハンバーガーになりました。おー、すっげー、おめでとうございます。ありがとうございます。過去一を更新するっていうのは非常におめでたいことでございますからね、飯旅的に。はい、ありがとうございます。次回はトランプさんが食べたコルビージャックチーズバーガー食べよ。おでは安倍さんが食べた。あれ、安倍首相は何食べたんだ。書いてなかったね。同じのなんじゃない？二人で同じの頼む？普通違うの頼んでシェアするっしょ。大統領と総理大臣がハンバーガー半分ずっこして食べるか中の。 10. Tokyo. Today's Katsu Curry. Jingkok. 淡路駅から59メートル。アナログでも東京上位のカレーですね。そりゃあ神田の昼時ですからね、どこも大混雑です。神田ですもんね。はい、神田。いつもの得意技、食い気味のカツカレー、ご飯極小、辛さ極辛で注文。得意のご注文お決まりですかの50ぐらいでカツカレーくださいっていうやつね。はい、そうです。カツカレー、うまい、辛い、汗だらったらでございました。極辛頼むからしょ。そうなんだけど、メニューにね、さらにその上に激辛っちゅうのがあったから、あ、極辛っちゅうのはそうでもないのかな思ってね。これが結構辛かった。東京ってさ、席の隣との距離が近いんよね。隣の席の人に腕の汗がかかりゃしないかと気が気でなかったよ。どんな汗のかきよそれ。またラードで揚げたカツがええですね。やっぱラード揚げ多いでね、江戸でしょう。そしてカレーはスープカレー状態なんで札幌子にはたまりません。
シャバ通り越してサラッサラ。これは東京行くたびに行かせていただきますカツカレーですわ。私激辛行ってみようかな。リスちゃん11. Ogaki Asahi Ya. あんた朝日屋さん好きよね。と言いますと、確かにここは大好きですけど。しべちゃんのデミソースのかかった大好きなお店も朝日屋さんでしょ。あ、そうか、そうだ。同姓同名かな。漢字が違う。はい、こちらは昭和の映像ではありませんよ。見た目を疑うメニューですが、これ NOW の料金設定です。信じられない。中華そば530円、カツ丼720円。ありがとう食堂じゃん。安さだけでもありがとうなんだけれども、衝撃でしたね、このカツ丼。今回二つ星特集ですけど、これはこれのために旅に出る系三つ星3スター級です。そんなに？はい、めっちゃ食べたい。行きましょう。九州に向かい南下する時にも、九州から北上して上がってくる時にも寄りたい。ここはイエイ。カレー中華そばってのと篠田丼ってのも気になるんだよ。篠田丼、カレー中華そば、気になる。それ視聴者さんも絶対気になってるはず。だから往復ビンタさ。いきなりやめてよ。DV。 12. Shizuoka Nanaya. 新静岡駅に近いアーケード街にあります。創業1907年という老舗のお茶屋さん。静岡言うたらやっぱお茶っしょってことでね。そうね。富士山、爽やか、そしてお茶ジェラね。何やらこちらではなんと7段階もの濃さが違う抹茶ジェラートがいただけるとです。ショーケースの中がグリーンしててテンション上がりまくりスティー。どれやっぱり一番人気の世界一濃い抹茶ジェラートと称されるナンバー7は外せないってことでね。はい、どんぐらい濃いのか気になるよね。色だけでもかなり違いはわかるけれどもね。ナンバー7は確かに濃い。眉毛で言ったら妹くらい濃い。なるほど、そりゃ濃いね。じゃあナンバー3は藤岡弘くらい濃い。静岡来たらまた寄りたいジェラート屋さんだね。お茶屋さんだけどね。13. Eniwa Juan. 恵庭郊外にございます。お蕎麦畑の真ん中にありますグリーンが大好きなお蕎麦屋さん。なかなか予約取れなくって最近行けてませんが、1日限定10食なくなり次第終了というレアな蕎麦屋さんがございます。そうなんです。今日行こうって電話しても無理なんでね、前もってスケジュール組まねばいけませんです。蕎麦を食べに行くのをスケジュールに組み込むっていうのはなかなか人生にあることじゃないよね。そうね。私たちのスケジュールはほぼほぼ食べ物屋さんに行くってスケジュールですが。何言ってんだ。お風呂に行くっていうスケジュールもあるよ。2日に1回な。ここのそばがとにかく綺麗でね、もうこれ10割ですかってくらい細いの。キュッと締まったおそばで気持ちいいおそば。10割でこんなに細いのは初めて。窓からそば畑を眺めながらそばすするってのも贅沢極まりないですよね。そうなのよ。 BGM もないから厨房の音と他のお客さんのそばすする音しかない。すすりづら。そう、お構いなしにもうズルンズルンよ。そばだけを楽しむ空間ってのも初めての経験でワクワクしちゃう不思議な非日常感。ああ、そういう風情はカツカレーには全然ないもんな。でしょ。丁寧なお仕事をされる方のお蕎麦だなって思いました。もう蕎麦だけじゃなくて全てに愛が詰まってる、そんな素敵なお店でした。いいね、食べたいね。来年は新蕎麦行かなきゃね。14. Sapporo Ramen Yoshi. ラーメンレベル高い地帯、札幌市豊平区にございます。こちらは吉さん。その中でもうちのバッポおじさん絶賛のお店ですね。私は未だに一度も連れてってもらってないんですけどね。あれ、そうだっけ？そうだよ。美味しいよ。だったら連れてけ。はい。濃厚魚介豚骨系って美味しい店結
構あると思うんですけど、確かに結構ありがちになってきたラーメンね。そんな数ある濃厚魚介ラーメンの中でも札幌じゃパイオニア的存在かな、よしさんは。これものすごい丁寧に作られるラーメンなんです。丁寧に作られるラーメン？具材一つ一つがものすごく丁寧に仕込まれているのがわかるんだよね。それこそ素材に対するシナチク一本にも愛が感じられる、そんなラーメンなんです。だからゆえの一味一本勝負、メニューはこれだけ。すごいシンプル。7席しか作らない人には作らせたくない、勝敗ずつ丁寧に作りたいという心と魂が伝わってくる、そんなお店なんです。連れてけー。15. Niigata Tonkatsu Taro. 新潟ソウルフードの代表格のタレカツ丼。こちらとんかつ太郎さんが誕生したのは昭和初期。その頃新潟市の中心部にはお堀が張り巡らされ、お堀沿いには様々な屋台が軒を連ねていたそう。そうなんだ。新潟古き良き時代って感じだね。そう、初代の小松道太郎は当時モダンな料理だったカツレツを大胆にも醤油だれにくぐらせてご飯の上に乗せてこの屋台で提供してみたら、新潟の人々に受けて大評判となり、今でも愛され続ける新潟タレカツ丼になったそうなんじゃ。そういう歴史があったんだね、このタレカツ丼には。そうなんです。ただ正直タレカツ丼って半信半疑だったのよね。いや、ご飯の上にカツだけっしょってねえ、揚げ物好きのおいちゃんもさすがにご飯にカツそのまま乗っかっちゃってんの、くどくないそれって思ってましたわ。ねえ、そしたらカツは薄めだし、醤油タレもさっぱりしてて食べやすい。しかもおいちゃんの大好きラード揚げとんかつじゃないですかってね。そうそう、カツ丼のサイズも3枚4枚1枚単位で選べるのもありがたい。イメージと全然違いましたね。想像よりはるかに美味しいカツ丼でした。これは評判なの分かるって感じ。これはあれですね、タレーさんのタレーさん外人だったんだよ。日本人だと思ってた。ハーフ太郎さんのこの美味しいタレカツ丼があまりにも美味しいから評判になって、2番煎じ3番煎じが登場しまくりの新潟タレカツ分割ストーリーパターン。いやー、仙台牛タンの味助け、金沢のチャンピオンカレー、札幌の三平味噌ラーメン的な。そうなんだけど、未だにはじめだしっぺの太郎さんが一番美味しいっていうのはすごい。はじめだしっぺって何語わかるけど、確かにいろんなお店のタレカツ食べたけど太郎さんのが一番美味しかったもんね。でしょ。あれね、ケンタッキーびっくりドンキー真似しても元祖を超えられない系ね。それって偉大。すごい。16. Sapporo The Jewels. 札幌の夜景を楽しむポイントは飯旅でたびたびご紹介させていただいておりますが、こちらは藻岩山山頂にあるフレンチレストラン、なんと札幌市南区にございますが、運が良ければ野生の鹿ちゃんにも遭遇できちゃいます。そうなんです。こちらは夜景と一緒にディナーをいただけちゃうナイスポイント。しかもこのロケーションのフレンチにしてはリーズナボー。そうね、630円からディナー設定があるのはありがたい。いや超コスパ日帰りランチじゃあるまいし。いくらつった私。630円っておっしゃってらっしゃいました。うそ、No way。もとい6380円からディナー設定があるのはありがたい。窓際の絶景シートは高いコースを予約しないと当てがわれないみたいだけど、多分予約があんまり入ってない日なら安いコースでも窓シートいけんじゃないかなと思うんだけどね。あ、そう知らんけど。知らんのかい。これ予想外に美味しいフレンチでびっくりだったんですね。ロケーションの割には料金お安いから、はいフレンチでーすみたいなのを想像してたんだけど、軽薄な感じのねいや、まるっきり文句のつけようのない素晴らしいフレンチでしたね。ね、味も美味しかったけど見た目に楽しい目にも美味しいフレンチでしたわ。メインも魚と肉の両方出てきて、デザートが出て、さらにコーヒーとお菓子が出てって、皿数は
3コースあるんだけど全部一緒なんだよね。うん、内容が違うのね。マダイとオマールの違いみたいな。そうそう。ルスツ羊蹄豚と白老黒毛和牛の違いみたいな。なるほどね。まあこういうところはめったに登場しない飯旅図ですが、札幌で気張ったディナーならここ以外思いつかないかもね。うん、そうかも。そういえばこの間日本新三大夜景2024ってのが発表されたんですが。あら、また変わったのかな。そうなの。なんと札幌は、あら、札幌は6位でした。ジーン。 6位、またあれかい、北九州とか長崎とか。そう、横浜とだって。へえ、まあ横浜も綺麗だけど、みなとみらいでしょ。せいぜい橋の上からだから高さが足りないんだよね。ドローンの映像とかはめちゃめちゃ綺麗だろうけどね。チャット GPT は日本新三大夜景としては議論されることがありますが、伝統三大夜景としては長崎、札幌、北九州、この3つが代表的なものですだって。札幌入ってる。やるじゃん GPT ですね。入れ替えてくる。少なくとも長崎よりは綺麗だと思うけどな、札幌ね。長崎の人に怒られちゃうかな。北九州の夜景は見損ねちゃったからね。来年見てこにゃだね。そうだね。はい、行きましょう。 Jakaino Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai Meshtabishalan 2 stars Noo Misar Part 2 des Otonoshimini See you soon。若い頃はクリスマスのディナーとかよくレストラン予約して行ったりしたけどね、最近はそういうのはあんまりないですね、家族で。最近あれ最近行きませんでした？こんなに行ってない。今日あとはもうお仕事してからもうね、あれですけど。まあそうね、商売やってる間はずっと忙しい、稼ぎ時なんで、ね、はい、稼がしていただきましたバンコクでクリスマスを過ごした時があってね。ゴルフツアー前の頃、まあ住んでた時か、それ、高層ビルの85階ぐらいにあるレストランの予約をしてね、なんかちょっといい感じでディナーを食べようと思ったの、した、天気は良かったから、よし今日はいい天気だから夜景も綺麗に見えるぞと思って上がったら、何にも見えない。空気が汚くて。曇ってるとか天候じゃなく。そうだから香港も今そういう状態らしいんで、だから日本はそういう点でいいですよね。とね、長崎の夜景がそこまで綺麗って言われる意味はちょっと分かんないんだけど、ね、なんかサミットとかさ、いろいろやってたじゃんか。なんか開港何百年みたいな。確かに海が入り込んでるから、地形的には綺麗だけどさ、明かりの数も足りなければ高さも足りないからさ、まあ2カ所ぐらいからしか見てないけど、もっとなんかあんのかもね、探したら裏夜景的。ただ風呂は最高だけどね、夜景見ながら入れる風呂はね。あそこすごいね。まあ次の3スターに出てくると思います。あそこはいい。お楽しみ。贅沢に。そうだ、検証したいことがあります。はい。何を言ってもおかちめんこと答えて。桃、おかちめんこ、カニ、おかちめんこ、猿、おかちめんこ、おかめちよこ、おかめちんこ。ちょっと悔しい。もう一回やって。何を言われてもおかちめんこと答えてください。はいじゃない。おかちめんこ、桃、おかちめんこ、カニ、おかちめんこ、猿、おかちめんこ、おかめちよこ、おかめちんこ。なんで？わかんないけど。おじちゃんもやってみて。ショートでやって。何を言ってもおかちめんこと言ってください。おかちめんこ、桃、おかちめんこ、カニ、おかちめんこ、猿、おかちめんこ、おかめちよこ、おかめちんこ。あれ皆さんもこれ中継くだらないけど面白いんでやってみてください。なんでだろう。何回やってもおかめちんこ。おかめちんこって言っちゃうねこれね。次は視聴者さんの番ね。いくわよ。何を言われてもおかちめんこと言ってください。桃、カニ、猿、おかめちよこ。どう？最初からおかちめんこって言えた人。すごい。もう結構いい。
尊敬する我々には無理です。はい。これはむずいですね。むずい。分かってるのに言っちゃうね。わかんない。言っちゃう。おかめちんこ。ぜひお試しを。お試しを。メリークリスマス。ハッピーニューイヤー。